にちは。アニメ紳士です。今回は早々のフリーレン第24話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。良いところで終わるんじゃないよ。続きが気になるでしょうが。今回アニより多かったな。メトーデに自然に抱きつく抱擁のフリーレン。結局喋らない理由って何？心がないからじゃね。コピーゼンでの紙ドリル怖すぎ。ヘレンが危ない性格に感じてきた。エーデルさん戦闘力ないとか言われてたけど、あんな重い石飛ばしてぶつけるぐらいの攻撃力あるじゃないですか。あれはちょい余計なアニよりだね。原作だと攻撃魔法使ってない。メトーデさん基準だからな。いろいろ盛られててスタッフ頑張ったなって感じ。ディアベル組はやっぱいいな、絵的に映える。エーデルのひざまずけめっちゃ良かったな。ゼンゼの強さ半端なかったし。超面白いわ。これは後世に残るだろうなってアニメになってる。貴重なのじゃろりが。黒沢智代の出番も終わったのか。嫉妬フェルンもいい。フェルンちょっとサイコパス感あるよね。私の無呼吸ゾルトラークでフリーレン様の MP を削ります。あまり話進まなかったな。あのゴーレム頑丈すぎるだろ。ラビカンコンビなんとか生き残ってた。様子から察するに戦闘をできる限り避けて隠密で踏破しようとする作戦か。全然可愛いのに強いんだな。コピーフリーレンに勝てそうなやつ、ゼーリエか本人しかおらんだろ。多分普通にバランスのいいパーティーなら攻略できると思うよね。魔法使い一人やから物理攻撃が当たれば死ぬわけやし。ユーベルとメガネがイチャつきすぎ。今回はちょいまったり進行に感じた。ゴーレム頼もしすぎ。まあそうでないとお助けアイテムにならんか。体育座りしてたのはソロで入っていった人かな。みんなあれやべえなってノリなのに、一人ウキウキフリーレン。真顔でフリーレン様殺せますな。フェルンが面白い。コピーフリーレンの HP 半分まで削ったらコピーフェルンが出てくるんだろう。スパロボなら経験値&資金永遠に稼げるボーナスステージだ。ユーベルの高校生カップルみたいな間の詰め方。っていうか、あのゴーレムで探索すれば普通に攻略できるのでは。ディアベルたちの防御陣形がガチの戦争やってる感あって好き。シャルフの魔法便利だな。花畑を出す魔法とのコンボだとパーティセンにもってこいな性能。あいつ思ったより有能だわ。花畑自分で出せるの強いわ。前回あんな引きしといて今回戦わんのかい。フリーレンがマダンテみたいな自爆魔法を覚えてたら大変よな。ゼンゼは複製が出ること知ってて一緒に入ったんか。悪いやっちゃな。本来なら前世がラスボス役。要するに旧魔法使い一人を全員で攻略するのが本来の試験内容。受験者層でも試験官の複製くらいは倒してほしいんぜね。なおゲナウが言ってた通りで、この試験のテーマは協力。受験生全員で協力したら一級魔法使いの一人にくらい勝てるだろって話。とにもかくにもフリーレン様の存在がイレギュラーなのよ。コピーレンの初っ端の拡散ゾルトラークから全員無傷で生き残ってるあたり、全県パーティーのレベルの高さが伺えたな。しかも全員防御魔法使わずに回避に徹してるあたり、不正でも無駄なことを即座に悟ってる感じか。邪魔も手助けもしないよと言いつつ邪魔しまくってくるゼンゼ。まあ本来はボス部屋にコピーゼンゼがいて、一級魔法使い志望ならこれぐらいチームで協力して倒せよってことなんだろうけど、ボス部屋にフリーレンが居座ってるせいでコピーゼンゼがクソ迷惑な徘徊エネミーと化している。フェルンたんなんでむくれてるん。フリーレン様にイチャコラしないで。個人的に一次試験でフェルンとエーレの会話の詳細が今回で明確になったのは良かった。魔力量とか魔法使いの素質ではエーレがダントツだけど、真の殺し合いではディアベルが勝つ。そしてフェルンはパッと見の魔力量とか洗練され具合しか感情に入れられない。試験編始まる前にも魔法使いを魔力量だけで判断するなってフリーレンにたしなめられてたからな。フェルン
今一番気になるのはルーストコピーの所在だな。ユーベルが突っ込む時に複数回地面切り裂いて土ぼこりをブラインドにしてソルガにヒール対策して接敵するのいいよね。もしかして、いや、もしかしなくてもエスケープゴーレムは逃げるだけなら最強か。フリーレンやゼンゼの攻撃すらかわしそう。俺の髪の毛数えられるんだが、ゼンゼと渡り合える才能の持ち主か。生まれる世界を間違えたな。コピーを攻略するだけで面白いな。メトーデさんにも嫉妬するフェルンさんには笑ったわ。あんなところに魔導書がって言ってれば好きだらけになるのでは。コピーレンお風呂に3階来てた。フリーレンの複製体本人いるんだし、全員でかかれば勝てるんじゃない。絶対勝てるけどほとんど死滅するだろうね。いいよ悪い玉は多分ないよ。フリーレン VS コピーレンで戦力均衡させて、さらに追加戦力で勝てるとしても、全員生き残れるかはまた別の問題だよな。ユーベルエーナマジでアニメ映えするタイプだった。それでしたら私フリーレン様を殺せるかもしれません。でフリーレンが嬉しそうなのがほんまにあれやな。半日待ったんならもう半日くらい待てばコピーレン寝てしまってなかなか起きなくて楽々攻略できてしまうのではないか。試験の期限が1日よ。アニオリで隠し部屋があるとは思わなかった。隠し部屋の壁画を見て、フェルンが感動してるのを見て、フリーレンが嬉しそうにしてたのは前回との対比かな。良いアニオリだった。隠し部屋の下りアニオリだよね。フリーレンは魔導書がなくてつまらなそうにしてたけど、フェルンが喜んでたから結果オーライみたいな。前回のエピソードとの対比で師弟関係を描いてて良い感じだった。リアベルたちの戦いもアニオリ保管してくれてた。ラビーネとカンネまだ健在なのな。エーデル何歳なんだ。電剣組とビアベル組は連携が良い感じだし、魔法や人間性の相性が良いんだろうな。カンネとラビーネはフリーレンと組まなきゃ。一次試験はパスできなかった感じがする。ヘルンメガネユーベルはチームというより強いのが3人いるだけだったし。ミミックを置いておけば、コピーフリーレンも頭突っ込んでジタバタするので、その隙に通り抜ければ良い気が。ユーベルの可愛いんだけど、あんまり可愛くない感じがすごい。ギリギリ可愛いというかなんというか。それな、良くも悪くも悪が強くて嫌でも目に入るから見ちゃうけど、よく見れば可愛い。スタッフの中にラオフェンのファンクラブあるのかってぐらいアニメでは盛られてるな。ラオフェンとユーベルはアクション映えするよな。スタッフにこの2人のファンでもいるのか。ゼンゼがいるから今まで誰も合格者がいなかったんだろうな。でも今回はフリーレンがいるが、フリーレンの複製体もいる。フリーレンがボスで、ゼンゼが徘徊してるダンジョンと格そげりすぎんだろ。フェルンの怖いの種類が増えてきた。そういや、では魔力量で圧倒できるって判明したから、やっぱりフェルンが一番強いと思ったのは、魔力量で判断したのかな。そこコミックでなかった場面な気がする。やっぱり強いんだな。フリーレンを殺す方法、ミミックかな。ミミック投げつければ倒せる説は笑う。引っかからないにしても、視線誘導して隙を作るくらいはできそうなのが。フリーレンいい匂い。でフェルンがフクレッツラワロタ。フリーレン、メトーデをギュッとし直してたしね。私ですらフリーレン様に抱きついたことなんてなかったのに、ムス。電剣、力技か、じいさんまた殴り合いするつもりだったのか。実際のところ全絶対フリーレンだったら、フリーレン勝つよね。脱出ゴーレムまで分身するって、メガネくんすごすぎだろ。ヘルンたまに怖いこと平気で言うから怖いんだよな。メトーレさん、鳥存在に扱った割には、話のわかる人なんだな。一次試験でこういう状況なら私は勝てないとか、格下の魔法使いに負けたことあるって言ってるんだから、そういう話をフェルンは昔から聞かされてるんでしょうね。ほんとこの顔怖えな。褒めてる。フェルンのフリーレン殺せる発言怖い。本当に魔導書か宝箱で隙を作るんだろか。フリーレンは回し方がないとして、これ試験官が一緒に行っちゃダメな試験じゃん。ゼンゼさん寄宿だからね。今まで合格者がいなかったのも納得。強い戦士一人いたら話は全然違うんだろうな。スタルク足すフリーレンなら勝てそうな気がする。スタルクの複製体もいるわけだが。ゼンゼの紙ドリルよかったな。
ぬるま湯にしないためのゼンゼドッグを本来ならゼンゼがボス。存在感ないコピーフェルンも危険だな。いつ後ろに立たれてもおかしくない。エーデルは破壊された石を飛ばしただけで攻撃魔法ではないのかな。賢者エビヒの壁側によりだよな。どことなくフェルンに似てるけど、フェルンの才能は賢者エビヒの血が混じってる説。全然強すぎだろ。実際は何歳だよ。フリーレン対フリーレンと進め、そこそこ強い。で何を迷うのか。何人か死んでもよければ勝てるね。コピーレンが自爆覚悟できたらフリーレン以外みんな死ぬ。面白かったわ。はよ来週になれ。早くフリーレンとフェルンのガチバトルが見たいんじゃ。今週も面白かったわ。面白くない回がないのがすげえな。本当用できてる。アニメ化大成功だわ。第2次試験最終版、複製体との戦闘。フリーレンの複製体の完全無欠さ、めちゃくちゃかっこよかったな。ユーベル、ゼンゼとの戦闘も、めちゃくちゃアニメーションとしてのクオリティが高すぎる。フリーレンのダンジョンを楽しんでる感じも良い。魔法はイメージの世界。イメージして模倣する複製体に心はなくて、ユーベルは死んでほしくない。心を分かろうと変わり始めている。最後まで楽しむ心のフリーレンも、その複製体も自分の最後、自分を殺せる魔法使いが現れることを楽しみにイメージしている意味なのかなって。いろいろやばいことなってるし、フリーレンとゼンゼの複製体なんて勝てるわけないやろ。途中フェルンが嫉妬してて可愛かったけど、最後のとこのビアベル、最高にかっこよかったくない。次の話に期待。フリーレンが試験をめちゃくちゃにしちゃったのは理解してるんだけど、これ私の認識よりもっとクソゲー化してたんだね。ゼンゼが一緒にくぐることでちょうどいいの難易度にする予定だった迷宮攻略がフリーレンのせいで難易度ルナティックになってるよね。ユーベルトランとお互い打算で動いてんのに、なんだこのいい雰囲気。教える。フェルンのやきもちかわいい。複製体には心がない。それを示すために切り札と目されたエーデルを退場させるとかえぐいわ。単独行動くん、無事フラグ回収しててくさ。フェルンだからこその作戦、興味深い。火を倒せるかもしれませんと、火の前で言えるのはなかなかだと思ったけど、私がフリーレン様を一番理解しているんですって宣言のようにも聞こえてしまった。致命的な好きって言ってるし、やっぱミミックが鍵なのでは。割とマジでその可能性考えてるんだけど、ゲツソルトラークやろう。二次試験で何がいいって魔法バトルアクションが盛られていて、所作がいちいちかっこいいところ、電剣たちの懸命の回避、エーデルの術発動、ビアベルが魔法を放つシーン、すべてキレキレで良き。そして万事休すな状況でフェルンの言葉、さりげなく言うのな。メトーデの瞳にフリーレンが映り、それに嫉妬するフェルンの姿を描いておいて、フェルンの瞳にもフリーレンが映り、フリーレン様を殺せるかもしれませんという、この一連の流れが視聴者に、メトーデよりフェルンの方がフリーレンを分かっていそうだなと感じさせる。やきもち焼いてるフェルンかわいい。いや、そこではなく、とりあえずゼンゼがついてきたのはまずかったんじゃないですかね。フリーレンと一緒に出てきたら、誰も攻略できなかったんじゃ。まあでも毎回面白いからよし。ラストのフェルンのフリーレン様を殺せると思います。これまでの長い旅の中で培った、絶対にも等しい信頼関係あっての発言だと分かっててもドキッとするな。しかも少なくとも表面上は、特にこれといって覚悟を決めたような様子もないいつもの無表情だし。各地で複製体とのバトル、情報が分断されているのはもどかしいですね。そんな中フリーレンだけが、古き良きダンジョン探索をしてるのは良かったです。メトーデに嫉妬してるようにも見えるフェルンが可愛かったと思ったら、フリーレンを殺せるとは。ユーベルトランとの駆け引きが好きなんですが、とてもいい感じのシーンになってた。ユーベルの仕留めに合わせて、ランとも仕留めになるのがいい。そしてユーベル vs ユーベル、シンメトリーが拮抗感を出していてとても良かった。ここぞとばかりに全開になっていた第二次試験バトルシーンの作画演出が、文字通り天元突破。特にコピー前ゼ戦の神攻撃。
アンチスパイラルセントのギガドリルブレイク張りの回転エフェクトにアドレナリンが沸騰した。もう良い意味で原作の印象とは別物。素晴らしい。なんでユーベルは男を見定めようとするデート中の女子みたいに見えるのかと思ったら、いつも両腕を後ろに回してるからやな。謎が解けたわ。メガネくんの運命やいかに。笑い。複製でもフリーレンに負けてほしくないから、単純な勝ち負けには並んでほしい。数多くのダンジョンを攻略してきた生き字引のようなフリーレン。かつての仲間たちとの冒険を思い出してか、ワクワクしてるの茶目、笑い。途中に結構がっつりとオリジナルな描写がありましたね。試験内容的に電検の最初の提案が割と正解だったってところはさすがですよね。完璧な複製体シュピーゲル。だがそこに心は存在しない。イメージする心。それが魔法使いに大事なのであれば、このダンジョンを誰よりも楽しんだフリーレンにこそ、その心はあるのだろう。そして遺跡を見て楽しげに笑うフェルンにもその心が、彼女ならできるか、師匠殺しが。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。